はい、こんにちは。今回は飛んでいる方の定義を仕上げていきます。まず、ブループリントを開いて、前回の続きからやっていきたいと思います。まず、変数を作成。こっちの左の変数を作成。2つ作成して1つを HP として、もう1つを B です。で、HP の方をフロートにして、コンパイルして保存。で、HP のデフォルト値をとりあえず仮に3にしておきます。で、ダメージとデスに関しては、前作ったやつを利用しようかなと思うので、この BP エネミー定義、歩いてる方の定義のデータを開いて、ダメージとデスってなってる部分を、全部コピーします。このまま持ってくるとちょっとエラーは吐くんですが、とりあえずこれをこのまま持ってきます。で、とりあえずコンパイルするといろんなエラーが見えるので、エラー入ってるところをこれから直していきます。まずこの des の部分を呼び出し直して、次に直すべきとしたら、この interp2、横歩きの動きに対しては、このプロジェクタイルムーブメントを当てます。interp2 の代わりにプロジェクタイルムーブメントを使っているっていう感じなので、interp2 ではなくプロジェクタイルムーブメントに差し替えます。よいしょ。あとは、この下の方もinterp2 に変えます。プロジェクタイルに変えます。で、あとは、とりあえず一回コンパイル保存して、このエラー名、ペーパーフリップブックってなってるところが基本的にエラーなので、ここですね。ここと、ここと、あとここですね。で、ですに関してはちょっと、差し替えではなく、落下するオブジェクトを別で用意しようかと思うので、ここは捨てます。捨てて、あとはこっちのフリップブックを、この点に関してはスプライト静止画で用意しているので、こっちも静止画で差し替えていこうかなと思います。と、用意するためにはこのペーパースプライトをこっちに持ってきて、これをセットスプライトやって、ここの代わりに差し込もうと思います。よいしょ。まだ何も差し込んでないですけど、ここで何かをセットする。ここも、こっちから持ってきた方がいいか。これをコピーして持ってきて、フォルスからペーパースプライトにつないで、でこっちの歩くじゃない、ダメージを受けて死んでなければっていうルートに関しては、一番下の定義マテリアル0619っていうのが、この通常というか飛んでる時の画像になるので、それをセットして、あとはダメージを食らった時の絵をどうするかっていうところで、ちょっとどんな絵があったか、スプライトを確認して、この定義マテリアル05の4、05の4を使って、こっちじゃない、これか。この空のスプライトに名前を打ち込んで、コピーして持ってきて、検索して差し込んでって感じですかね。とりあえずこれで、あとは最後ここ2秒ってなってるのが、死んだポーズになって2秒っていう状態なので、今回ここはポーズはつけずに差し替え、別のものを落下するオブジェクトを用意しようと思うので、ここはセットライフスパンではなく、デストロイアクター。これを、用意して、で、このデストロイのちょっと手前で、その落下するオブジェクトを差し込もうと思います。オブジェクトを作るためには、こっちのエネミーフォルダーの中で、右クリックブループリントクラス、アクターを選択した状態で、pp アンダーバーエネミーテイデスフォール。
落下用のオブジェクトをここに用意しようと思います。で、とりあえずティックのチェックを外しといて、あとはここにスプライトを1個用意して、このスプライトを、決めてなかった。このスプライトを、こっちの、スプライトホルダーの中の、このテイマテリアル06アンダーバー2っていう、ちょっと、この倒れた感じの、これを、ちょっと落下用に、ちょっとこっちの、なんかこういうやつを使おうかと思ったんですけど、ちょっと説明がめんどくさいので、こっちを使おうと思います。このスプライトに対して名前を指定して、拡大縮小 2.5 にして、で、位置関係的にちょっと10、こっちのオブジェクトが10上に上がってるんで、あんまり関係ないですけど、10上に同じくらいの位置関係にしておいて、これで一旦コンパイルしてみましょうか。これで、これ今回落下させたいんで、このフィジックスのシミュレートフィジックスにチェックを入れて、フィジックスアクター。で、このコリジョンプリセットをカスタムにして、全部無視するの一番上のところをクリックすると全部無視するようになるので、これでいいんですけど、なんでこうするかっていうと、なんかこのノーコリジョンでやっておくと、このフィジックスをかけるためにはノーコリジョンだとダメで、このコリジョンエナブルが、このフィジックスオンリーにすればいいのかな。こっちの方がいいのかな。こっちでやってみましょうか。ちょっとエラー出るかもしれないですけど。これでフィジックスオンリー。落下するだけっていう感じで。落下するだけっていうか衝突と落下だけするやつってやつね。やってみましょうか、これで。こういうのをよく用意する場合、プリセットを用意しといた方が、後々コリジョンを足した時に、修正をする必要がなくなるんでいいんですけど、とりあえず今回は説明用っていう感じで、こういう感じでやっておこうと思います。チェックしたいのはこのシミュレートフィジックスにチェックが入っているかっていうところと、コリジョンプリセットに一応そのフィジックスがオンになっている状態で、基本的にどれにもオーバーラップもブロックもしないっていう状態にしておくっていうのが下準備で、この状態で一回落下させてみましょうか。このデスフォールを落下。とりあえずこいつは落下しますよね。なのでとりあえずこれは落下用ということで使っていこうと思います。で、このフライ飛んでる方の定義を、このデストロイ、デスの後半のところにスポーンで検索すると、クラスからアクターをスポーンしますって、日本語でやってる人はこれが出てくるので、日本語の表示が出てくるので、スポーンアクターを出して、ここに対してエネミーで検索しますか。エネミーテイデスフォールを出してきて、ちょっと角度っていうか、ローテーションが右左どっち向いてるかっていうのは指定したいので、ここに関してはトランスフォームロケーションに関してはゲットロケーションでゲットアクターロケーションを出して、でこっちのスポーントランスフォームローテーションに関してはこの上の方の、ここでこっちに右向いてるか左向いてるかっていうのが変わってくるので、これに関してはもうこのスプライトに直接回転を入れてるので、スプライトがどっちを向いてるかっていうところを、ここでゲットローテーション、これか。ゲットワールドローテーション。この時、レベル上でスプライトはどっちを向いてますかっていうのを引っ張ってきて、これでいいんじゃないかな。とりあえず死んだら落下するっていう。よいしょ。もうちょっと落下した感がある画像にしてもいいかなと思うんですけど、ちょっとまたダウンロードしましょうっていうのが工程としてめんどくさいので、とりあえず今回はこの静止画で落下用っていう感じにしておこうと思います。あとはここ
このローンチの後にですを入れておいて、これでだいたい一通り作業として終わりかな。ここはヒットイベントとしておいて、コンパイルして保存して、で、一応このヒットイベントであれば、この上からジャンプっていうのを、ボックスを上にコンポーネントを用意したりしなくても済むかなっていう感じの説明もしておこうかなと思いました。次回は、この飛んでいる定位をこの横にしか動けなくして、プレイヤーを常に追っかけるツイスター。ホーミングっていうよりツイスターになるのかな。追跡、プレイヤーの方に左右に動くっていう感じの敵を用意しようかなと思います。って感じで次回もよろしくお願いします。